こんにちは。お忙しい中ご視聴いただきありがとうございます。この動画では2022年10月以降から育児休業を取得する予定のある方や、将来予定するかもしれない皆様、それからご自身は取得しなくても会社の仲間や配偶者が取得しているといった方を対象に、育児休業とはどういった制度なのかを解説してまいります。この時間お話をさせていただくのは、私、スマート HR 人事労務研究所の添島智子と申します。約20年間人事労務を専門としたバックオフィスの経験をもとに、人事労務の効率化のヒントや働き方に関する情報の発信をしております。早速本題に入っていきたいと思います。この動画でお話しするのは、育児休業に関する法的制度の解説です。なので、お話ししないことにありますように、各社ごとのルールだったり、人事担当者向けの実務手続きの解説はこの動画では出てきません。日本全国共通の法的制度についてのみの解説なんですが、お話しすること、ざっくりまとめてもこんなにもあります。法改正もあって少し複雑化している傾向があったり、休業期間中のお金のお話だったりと、ボリュームが結構あります。この動画、YouTube の概要欄に各項目に直接飛べるリンクを貼っておきますので、そちらもご活用いただければと思います。では、育児休業とはどういったものなのでしょうか。育児休業とは、従業員が会社に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができるというものです。育児介護休業法で定められた休業のため、要件に該当する場合は誰もが取得できる休業です。会社ごとに育児休業があるとかないとかではないということなんです。法律で定められた休業なので、法的な要件に該当するかどうかで取得できる、できないが決まります。それから、育児休業は父親、母親のどちらでも育児休業を取得できます。母親の場合は出産後8週間は産後休業という別の休業制度になります。産後休業の終了日の翌日から育児休業となります。父親の場合は産後休業はなく、出産日または出産予定日から育児休業となります。この父親に対する育児休業は2022年10月以降から2つの休業制度となっています。出産日から8週間以内の期間で産後パパ育休という休業制度が新たに追加されました。現行制度の出産日から育児休業を取得する制度も残ったままになります。産後パパ育休についてはこの後詳しく解説します。ちなみにママの制度に変更はありません。出産日から8週間は産後休業、その翌日からお子さんが1歳までが育児休業となります。では、この要件に該当する場合というのはどういう場合なのかを見ていきたいと思います。育児休業は誰が取得できるのか。こちらについては取得できない人をお伝えする方がわかりやすいので、できない人でご説明します。まず、正社員の方については、在籍期間が1年未満の方は対象外とする労使協定が締結されている場合は取得できないとなります。なので、今お勤めの会社の在籍期間が1年未満で育児休業を取得したいという方は、会社にご確認をお願いします。今お勤めの会社の在籍が1年以上の方で取得できないという方はいません。契約社員の方やアルバイトといった有期雇用と呼ばれる契約更新をしながら働いていらっしゃる方については、お子さんが1歳6ヶ月になるまでの間に契約が終了することが今分かっている場合は育児休業は取得できません。それから、労使協定によって勤続1年未満の方は対象外としている場合は取得できません。そして、出産予定日から8週以内の産後パパ育休については、
お子さんが生まれてから8週間の日の翌日から6ヶ月以内に契約が満了することが明らかな場合は、産後パパ育休を取得できないとなっています。次に、日雇い労働者の方は育児休業制度の対象外となっています。そして、育児休業の対象になる子供とはというお話なんですが、この3点となります。法律上の親子関係がある子、養子も含みます。事実婚のお子さんに関しては、認知を行っていることが必要となります。次に、育児休業を取得しますということを、いつまでに会社に申し出をすればいいのかというお話です。こちらについては、会社に確認をお願いします。法律上ではここに記載しているように、1ヶ月前とか2週間前といった規定があるんですが、休業の種類によって違いがあったり、要件に該当する場合は、2週間前ではなく1ヶ月前を期限としてもいいですよといった規定があったりするので、会社がどれを採用しているのか確認しないとわからないものとなっています。ですので、育児休業を取得するかもしれないとなった際には、お勤めの会社にご確認いただければと思います。ここでは申し出の期限というものがあるということを知っておいていただければと思います。今度は取得できる期間のお話です。期間については出産をした女性、ママとその配偶者、パパとで適用される制度が違うので、ママとパパに分けて解説していきます。まずママの場合、出産日前後は産前産後休業となります。産前産後休業と育児休業は連続して取得される方がほとんどなんですが、制度としては別のものであるということを知っておいていただければと思います。産前産後休業、いわゆる産休は出産をするママだけの休業制度です。パパにはありません。期間としては出産予定日前の6週間が産前休業、出産日から8週間が産後休業、産後休業が終わった次の日からお子さんが1歳の誕生日前日までが育児休業となります。次にパパの場合です。パパの場合は出産予定日から1歳の誕生日前日までが育児休業期間となります。生まれてからじゃないと育休は取得できないというわけではなく、出産予定日から取得できるようになっています。もし出産日が予定日より遅れた場合も、出産予定日からのままで大丈夫です。繰り下げないといけないといったことはありません。逆に予定日より先に生まれた場合は、出産日から育児休業を取得に変更することが可能です。ちなみになんですが、育児休業関連を調べていると、子が1歳に達する日という言葉がよく出てきます。育児休業も法的な期間としては、子が1歳に達する日までなんですが、この達する日とは、1歳誕生日の前日のことを指します。これとても紛らわしいので、この動画では誕生日の前日といった表現をしておりますが、育児休業に関する検索をして、この達する日というのが出てきたら、前日のことだなと思っていただければと思います。取得期間まとめるとこういうことになります。ママの育児休業開始日は産後休業終了日の翌日です。パパは出産予定日から取得できます。終了日はママ、パパ共通でお子さんの1歳の誕生日前日まで、米印で1歳2ヶ月までできる場合ありとありますが、これについては後ほど解説いたします。そして保育所に入所できないといった事情がある場合は延長することが可能です。最大で2歳の誕生日前日まで取得できます。延長についても後ほど解説いたします。取得できる期間はこの通りなんですが、どんな取得の仕方ができるのかという具体例を見ていきたいと思います。
まずママの場合ですが、育児休業は2回まで分割できます。お子さんが1歳になるまで連続で取得することもできますし、短縮することもできます。パパの場合、出生後8週間以内で2回に分割。8週間以降に2回に分割と、お子さんが1歳になるまでの間に合計で4回に分けて取得することができます。もちろん連続で取得することも可能です。育児休業の取得の仕方をまとめるとこうなります。ママは育児休業を2回まで分割可能です。パパは出生後8週以内で2回に分割。8週以降で2回に分割が可能になります。なので、パパの場合は最大で4回取得できますが、その場合は8週以内に取得する休業は合計で4週間以内というルールになります。そしてこの8週以内に4週間まで取得することを産後パパ育休という新しい制度となります。冒頭でも見ていただきましたが、出生後8週以内に4週間取得できる産後パパ育休と育児休業はそれぞれ別の制度という立て付けになっています。もしかしたら今後、パパが会社に申し出をした際に、会社からどの休業を取得しますかと聞かれるかもしれません。その質問の趣旨は、制度がこういうことになっているからということでご認識いただけるといいのかなと思います。出産予定日から育児休業を取得することもできますし、産後パパ育休を取得した後に育児休業を取得することも可能です。こんな風にパパの育児休業の取得の仕方には選択肢ができたので、どんな取得パターンがあるのかというのが次の説明です。パパの場合、こんな取得パターンがあります。パターン1は、お子さんが出生後8週以内に2回産後パパ育休を取得して、8週以降に育児休業を2回取得するというパターンです。ポイントは、8週以内に2回取得するには、合計で4週間以内であることと、2回目の申し出は1回目の申し出と一緒にしておくということです。次のパターンは、出生後8週以内に2回取得しているんですが、合計で4週間を超えています。なので、2回目の取得は産後パパ育休ではなく、育児休業を取得したとなります。その後、2回目の育児休業を取得しているので、3回目の育児休業は取得できないという形になります。パターン3は、産後パパ育休を取得せずに、初めから育児休業を取得したというパターンです。こういう取得の仕方も可能です。産後パパ育休と育児休業の2つの制度で分かりづらいかもなんですが、制度を理解すると活用の幅が広がるので、パパはこういった取得の仕方ができるということをぜひご理解いただければと思います。今度は1歳を超えて延長して休業を取得する際の具体例です。以前の制度では、開始日は必ず1歳または1歳6ヶ月時点である必要があったんですが、そうでなくても良くなりました。開始日を柔軟に設定できるので、ママとパパが途中交代するといった取得の仕方ができるようになりました。ここからはパパママ育休プラスについて解説をしていきます。パパママ育休プラスとは、両親が共に育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が子が1歳2ヶ月に達するまでに延長されますという制度なんですが、この文章だけではちょっと制度を誤解してしまいそうなので詳しく解説したいと思います。パパママ育休プラスを利用できるのは、パパ、ママのどちらか一方のみとなります。名称がパパママプラスと言っているので、夫婦でプラスになるのかなと言ったらそうではないんです。どちらか一方のみとなります。
そして育児休業自体が1年2ヶ月になるわけではなく、終了日が子が1歳2ヶ月まで可能になるという制度です。ここで一つそもそものお話なんですが、育児休業の期間は産後休業を含めて1年間という決まりがあります。これはパパママ育休プラスの話ではなく、そもそもの育児休業の最大取得期間が産後休業を含めて1年間であるということを念頭に置いていただいて、パパママ育休プラスの取得要件を見ていくと、こういうルールになっています。これ文章だけだと、これもとてもわかりづらいので図で解説していきます。スタンダードな取得の仕方としてはこういう形になります。ママは産後休業後そのまま育児休業に入られる方がほとんどだと思います。ママは産後休業を含めて1年間取得しているため、ママがこのパパママ育休プラスを使って1歳2ヶ月まで取得することはできないとなります。保育園に入所できないことによる延長のお話とはまた別のお話です。なので、ママが産後休業から1年間育児休業を取得して、パパが1歳2ヶ月までのパパママ育休プラスを取得するというのがスタンダードな取得の仕方です。以前の制度では育児休業を分割できなかったんですが、今は分割できるので、こういった取得でママが育休プラス制度を利用することは可能になっています。産後休業期間を含めて合計で1年であれば、このような取得の仕方もできるようになっています。ただし、こういった取得の仕方はできないんです。育休プラスを取る人は、配偶者の育休より後に育休を取得しなくてはならないという要件があります。このパターンだと、育休プラスを取得したいママは、パパの育休よりも先に取得してしまっているので、ママが育休プラスを利用することができません。このパターンなら OK なんです。育休プラスを取得するママの育休は、パパの育休より後になっているので、育休プラスを利用することができるとなります。こういった非常にややこしいルールのもとにある制度ではあるんですが、どういった場合に利用されるかと言いますと、保育所に入所する際の慣らし保育期間だったり、ママのお仕事の復職の慣らし期間にパパがサポートするような使い方が一般的かと思います。ただ、きっちり1歳のタイミングで保育所に入所できるかというと、お子さんの誕生日によっては難しい場合もあるので、パパママ育休プラスが一般的によく利用される制度なのかといったら、実際はそうではないという部分もあります。ただ、こういった制度があるということだけ把握しておいていただければと思います。ここからは育休にまつわるお金のお話を解説してまいります。出産・育休関連で受給できるものとして3つあります。出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金という3つのものになります。時系列で見ると、休業と給付金はこんな関係性となっています。まず、出産育児一時金から見ていきましょう。出産育児一時金は、出産にかかる費用が健保組合から支給されます。お子さん1人につき42万円です。多くの場合は健保組合から医療機関に直接支払われます。これを直接支払い制度と言います。健保組合からご自身で受給することもできますが、そうすると出産費用を立て替えておくことになるので、医療機関と健保組合の間でやり取りしてもらうのが効率的だと思います。ほとんどの場合、出産の手続きを病院とする際に、直接支払い制度の説明が病院からあると思います。病院側に従って手続きを進めれば OK となります。ちなみに、パパ、ママともに健保組合に加入している場合は、
お子さんを扶養する側の健保組合から支給されます。両方からは支給されません。あくまでもお子さん1人につき42万円というものになります。もし出産にかかった費用が42万円より少なかった場合は、健保組合から差額がパパまたはママに支給されます。逆に出産にかかった費用が42万円よりも多かった場合は、差額を病院に支払うことが必要です。これが出産育児一時金でした。次に出産手当金について解説してまいります。出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されるものです。なので、出産手当金はママのみとなります。パパにはありません。期間は産前産後休業期間となります。いくら支給されるのかというと、こういった計算式となります。1年間の標準報酬月額の平均額の3分の2が支給されます。標準報酬月額というのは何かというと、社会保険料を決定する元になる金額のことで、基本給や残業手当、通勤手当も含んだ金額を標準報酬月額表というものに当てはめて決定されるものとなります。1年間の平均額が元となるので、休業前1年間の間に大きな給与の変動があった方は、出産手当金がもしかしたら想像していた額よりも少ないなと思われる可能性もあります。その原因は1年間の標準報酬月額の平均が元になっているからだと思っていただければと思います。最後に育児休業給付金です。支給される期間は1歳の誕生日の前々日までとなります。育児休業の取得は1歳誕生日の前日までなんですが、給付金が支給されるのは1日短いんですね。ただ、育児休業を1歳になる前に短縮して終了する場合は、その終了日まで支給されます。受給要件はこのような形となります。育児休業給付金は雇用保険から支給されるものになるので、雇用保険に加入していれば支給されるかと言ったらそうではなくて、雇用保険に加入した上で、これらの受給要件に該当しないと支給対象外となってしまいます。この受給要件、ちょっと難しいのと、状況によっては、実は受給要件に該当しないかもということがあるので、ご注目いただければと思います。育児休業開始前の2年間のうち、受給要件を満たす月が12ヶ月以上あるかどうかというのが要件となります。受給要件を満たす月が何かというと、一つ目の要件は、1ヶ月在籍しているということです。これは何かというと、例えば月末締めの会社で1月10日に入社をした場合は、1月1日から1月9日までは在籍していないので、1ヶ月間在籍していないということになります。丸々1ヶ月在籍していたかどうかということが、要件の一つ目です。二つ目の要件は、1ヶ月の中の勤務日数です。正社員の方は、土日など休日の日数を含めて11日以上ある月。パートなど時給制で働く方は、勤務日数のみで同じく11日以上ある月が対象となります。もし11日以上ないとなった場合は、勤務時間が80時間以上あれば1ヶ月とカウントすることができます。こういった要件を満たす月が2年間のうち12ヶ月以上あればいいんですが、ママの場合は実質産休に入る前の期間で要件が満たされるかどうかが問われます。もしこの期間で要件を満たさないとなってしまった場合は、産前産後休業開始日を起点にして
2年間のうち要件を満たす月が12ヶ月あれば対象となります。それから転職をしたばかりで、現職では1年間勤務をしていないという場合は、前職勤務分を通算することができます。前職分も含めて2年間のうち要件を満たす月が12ヶ月以上あれば OK となります。ママの例を見ていただいていますが、パパも同様です。パパは育児休業の開始日起点で確認をしてください。ちなみに前職と現職の間にブランク期間があっても大丈夫です。ただ通算する場合に注意が必要なことがあります。ハローワークで失業認定を受けると雇用保険の加入期間がリセットされます。なので通算できなくなってしまうんです。休業前の1年間に失業認定を受けている方は要注意です。パパはある程度育休開始日をコントロールできるので、給付金が対象になる日を開始日とすることができるかもなんですが、ママは産休終わった後にそのまま育休に入られる方がほとんどだと思います。このスライドのパターンの場合、ママは給付金の対象外となるのでご注意ください。育児休業は取得できますが、給付金は対象外となります。次に給付金の額です。休業開始から6ヶ月までが賃金月額の 67%、それ以降が 50% となります。例えば、こういった給与明細の方の場合、賃金月額が50万2710円となります。50万2710円に対して 67% や 50% が給付金として受給できるかというと、そうではなく、賃金月額には上限があるんです。上限額は毎年8月に更新されるので、こちらの金額は目安としてご覧いただければと思います。上限額以上の賃金月額となっている方は、賃金月額は約45万円となるので、約45万円に対して 67%、50% が支給されるということになります。次に、いつ支給されるのかというお話なんですが、こちら把握いただきたいのが、いつもの給与支給日よりも1ヶ月から2ヶ月遅れで支給されるということをご認識いただければと思います。それから、いつまで支給されるのかというと、原則お子さんが1歳の誕生日の前々日までとなります。お子さんが1歳になる前に育児休業を短縮して終了される場合は、育児休業終了日まで支給されます。そして、保育園に入れなかった場合は、1歳6ヶ月または2歳の誕生日の前々日まで育児休業給付金を延長して受給できます。ただし、延長手続きには重要なポイントがあります。ここからは育児休業の延長について解説していきたいと思います。延長に関する重要なポイントです。まず、現行の制度では延長は例外措置になっています。延長できるのは保育所、しかも認可保育施設に申し込みをしたけど、入所できなかった場合に延長ができるというものになっています。なので、延長手続きには、保育所に入れなかったことの証明書が必要です。保育所に入れなかったことの証明書というのは、市区町村によって名称が異なります。不承諾通知書という名前を採用している市区町村が多いイメージがありますが、名称は市区町村によって異なります。で、ここで重要なのは、認可保育園に申し込みをしないと得られない書類であるということです。何をお伝えしたいかというと、例えば、保育所に関する情報収集をしていた際に、年度途中の入所は難しいですよとか、定員超過してますよという説明を市区町村から受けたので、入所申し込みを行わなかったとなってしまうと、この書類は得られないことになってしまいます。
なので、入所できないことが分かっていても申し込みはしておかないと、育児休業は延長できないことになってしまうんです。これについては、とても社会の非合理だなと思うんですが、現行の法律ではどうしようもない状況のため、入所できないことが分かっていても申し込みが必要です。そして保育園の入所までの一般的なざっくりしたスケジュールはこんな感じです。年度開始の4月が一番入園がしやすいというのが一般的かなと思います。もちろん地域によって年度途中でも入園できる場合もありますが、多くの方は保育所の入所のタイミングによって育休を延長したり短縮したりされています。皆様の地域の保育園環境がどうなっているかは、事前の情報収集がとても重要になってきます。お子さんの誕生月から逆算するとどういうスケジュールになるのか、一般的には補活と言われるものになるんですが、情報収集と準備や計画が重要となります。とっても大変な時期とは思いますが、復職までの計画を事前にしておくのは重要なポイントかと思います。まだまだ続きます。次は育児休業中の就業についてです。法律上の育児休業は、この養育を行うために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度なので、休業期間中に就労することは想定されていません。ただ、会社と育休を取得される方との話し合いによって、この養育をする必要がない期間に限り、一時的、臨時的に就労することはできますということになっています。就労には条件があります。月10日まで、10日を超える場合は80時間以下。そして恒常的、定常的な就労は育児休業をしていることにはならないとされているので、一時的、臨時的な業務が条件となります。ただ、出所後8週間までの産後パパ育休の期間中については、労使協定を締結している場合は、先ほどの条件とは別で就労しても良いということになりました。産後パパ育休中の条件はこのようなものとなります。一時的、臨時的にといった条件がないので、定例会議に出席したりといったことも可能になります。ただ、ご注意いただきたいのは、出産日から8週間以降は通常の育児休業になるので、就労は原則は不可になります。そして就業するということは、育児休業中に給与が支給されるということになります。その場合、支払われた金額と休業期間中の賃金月額と比較をして、金額によっては給付金が減額となります。休業開始から6ヶ月までは 13%、6ヶ月以降は 30% を超えた給与が支給されると、育児休業給付金は減額支給になります。給与が 80% 以上支給されていると、育児休業給付金は支給なしとなるのでご認識いただければと思います。次に、社会保険料について解説をしていきます。産前産後休業期間中と育児休業期間中は、社会保険料が免除されます。ご本人だけでなく、会社負担分も免除されます。育児休業中の社会保険料免除の方法については、2022年10月から制度変更が行われました。免除される期間はこのようになります。文章だけだとイメージがしにくいので、分解して実際の日付に当てはめてみましょう。例えば、2月24日から4月15日まで育休を取得する場合、休業開始月は2月です。終了予定日は4月15日。その翌日が4月16日。その属する月は4月です。その前月が3月なので、2月分から3月分が免除されるという形になります。同じように育児休業を2月4日から2月20日まで取得する場合はこうなります。休業開始月は2月。終了予定日が2月20日。その翌日が2月21日。
その属する月が2月。その前月が1月なので、2月から前月の1月までという形になってしまうので、免除がされる対象の月はなしということになります。1ヶ月未満の取得だと、月末の日を挟まないと免除対象にならないという状態なんですね。これを解消するために、2022年10月から追加されたルールがこちらです。育児休業の開始日と終了日の翌日が同じ月で、14日以上ある場合は、その月が免除対象というのが追加されました。これを先ほどと同じ休業期間に当てはめてみると、休業開始日が2月4日、終了予定日の翌日が2月21日、14日以上はあります。なので、免除対象月は2月ということになります。給与に関しては、先ほどの月末を挟んだ場合のルールも継続しますので、どちらかのルールに該当すれば社会保険料の免除対象になるということになります。賞与に関しては、2022年10月からルールが変更になっています。月末を挟むルールはなくなって、こちらのルールに一本化されます。連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となったので、例えば育児休業をある月の15日から翌月の2日まで取得して、その期間中に賞与支給があった場合は、連続して1ヶ月の育児休業は取得されていないので、賞与の社会保険料は免除されないという形になります。そして最後に、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、ハラスメント防止についてお伝えいたします。育児休業等の申し出、取得を理由に事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。事業主には上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。ハラスメントの例としては、こういったものが挙げられます。こういった言動はハラスメントになりますということをご認識いただければと思います。育児休業の解説は以上となります。2022年10月に大きな改正がありましたので、変更点を比較表にしてまとめてみました。出産予定日から8週以内のパパの取得。それから、育児休業の取得について9月までと2022年10月以降の違いをまとめております。概要欄にも資料の URL のリンクを貼っておりますのでご参考ください。解説は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。